空の青流れる雲、こんなに綺麗だったかな。散らばった記憶のかけら、少しずつ紡いでゆく。君のいない今日がまた始まってく。このままもう時が止まってくれないか。何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて、流れる時に抗ってる。これが全て夢なら。何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。月明かり揺らめく影、探してた光の粒、届くような気がしていた。伸ばした小さな手のひら、見つけた星座の名前、なんだったかな思い出せない。いつも横で答えてくれた声が頭の中に響く。君のいない夜はずいぶん長くて、このままもう朝が来ないんじゃないかって思う。何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて、戻らない時追いかける。これが全て夢ならいいのに。空の青流れる雲、こんなに綺麗だったかな。散らばった記憶のかけら、少しずつ紡いでゆく。君のいない今日が
く影探してた光の粒届くような気がしていた伸ばした小さな手のひら見つけた星座の名前なんだったかな思い出せないいつも横で答えてくれた声が頭の中に響く君のいない夜はずいぶん長くてこのままもう朝が来ないんじゃないかって思う何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのに空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆく君のいない今日がまた始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのにはい、こんばんは。すいません。始まるのが遅れてますよね。すいません。申し訳ないです。はい、こんばんは。本日はグランゼーラの集い3をご視聴いただきありがとうございます。この番組はゲーム会社グランゼーラの活動をできるだけ誠実に、真摯に、そしてですね、ちょっとお詫び事項がたくさんあってもひるまず皆さんに正直にお伝えするという趣旨の番組となっております。すいません、チーム F タイプさんありがとうございます。はい、こんばんは。すいませんね、もう消されそうになりましたけどね、直前にね。はい、ちょっと落ち着いていいですか。ちょっと息が当たって。はい、皆さんも飲み物飲みながら。今日はね、いつも週末なんです。週末というか、休みの前の日なんですけど、今日は都合あって、
水曜日ね、野球盛り上がってましたけど、水曜日にやってます。で水曜日にやってるのはなぜかというと、Rタイプエボルブドがこれ3時間後に発売になるからっていう一方的なグランゼーラの都合でこの時間にやっています。申し遅れましたけど、私は、本日の進行を務めさせていただきますグランゼーラのちょっと静かにしてもらいます。すいませんね、ちょっと担当者がここで早弁はするわ、うるさいわですいません。はい。ということで、進行を務めさせていただきます九条と申します。よろしくお願いします。はい。皆さん声聞こえますかね。はい。大丈夫ですか。はい。はい。休み取りました。ありがとうございます。なんで揉めてるの？なんで揉めてるんでしょうね。でもね、ほぼ常に揉めてますよ。大丈夫ですか。ありがとうございます。僕の声しか、それならいいんですけど、僕すごいなんか割り箸割る音とか聞こえてね、はい、そうなんですよ。0時に配信になります。で今日もねちょっとお詫び事項が山盛りありまして、順番に説明していきますね。はい、ちょっとね段取りを今段取り見ますんで、はい、じゃあ早速ですけど、番組の今日の流れをなんか言い忘れてる気がするんだよな。すでにこの時点で。二戸仁さんありがとうございます。早弁は何弁当ですか。何弁当ですか。ミニ海苔弁当だそうです。ミニっていうのは気使ってるみたいです。すいません。はい。ATF さんもありがとうございます。明日のエボルブドの解禁を心待ちにしております。心のある方ゲージがぶっ壊れそうです。3本すいません。3本はありがとうございます。はい。ワビバイドね。はい。ちょっと落ち着いてきた。ちょっと走ってきてるんですよ。プラムさんの告知もあります。はい。で、今日はですね、こういう流れになってます。これも多分ね、ほぼ使いますし、一番違うのはね、ファイナル2が先に来てるのと、エボルブドウのところ、お腹ぐるぐるなってるわ。今日なんかバタバタしてたんですよ。食べてないんですよ。はい。すごい本気で嘆いてますけどね。間もなく発売って書いてますね。はい。そうです。走ってきて、しかもね、ここね、エアコン切られてるんですよ。エアコンの音がすごくうるさいんで、ちょっと僕脱いでもいいですか。脱ぎますね。はい。すごいな。これで裸やったらおもろかったのにな。裸であれでしょうね。肌に R タイプエボルブドって書いてあったらおもろかったんですけどね。ちょっと仕込んでないんで普通に脱ぎます。はい、そうでなくてもね、小柄なんで脱ぐとね、肩幅狭いのがバレて嫌なんですけどね。はい。じゃあ最初の最初のコーナーなんですかね。はい、アルタイムファイナル2と3ね、3月号いいですか。最初のお詫びいきますよ。はい。これ殺されそうや。このフリップが使い回しやん。ちょっとね、本当もう先に言いますよ。エボルブドより先にこのアップデートを公開する予定だったんですけど、ちょっとまたチェックで落ちてしまいまして、ちょっと再提出したのが今日なんですよ。今日再提出したんで、早ければ来週、これ早くて来週に配信できるんですかっていうことになってます。すいません。ちょっと先に PS4 だけ更新されます。違う PS4 ですよ。この
R タイプファイナル2から、3へのアップデートがされる 2.0 っていうのはちょっと PS4 だけ先に配信されて、ちょっとスイッチとか XBOX はその後になるんですけど、 PS4 は多分さすがに今回出したやつは通ると思うんで、ちょっと心待ちにしてる方には申し訳ないですけど、はいですね。これね、まあちょっともう言い訳ばっかりなんで、まあちょっと開き直って言い訳ついでにいろいろ言ってるとね、プレイヤー機体も足してあるんですね。アポカリプスだけじゃなくて、セラフィムとか無料の機体も入ってるんですけど、もう次の機体ができてきつつあって、パトロクロスっていうのがもうできてきてしまっていて、でまあ配信しようと思って、まだ前の通ってないねやって話、まあ一緒に入れてもよかったんですけど、ちょっとまたそうするとチェックの範囲が広がってしまうんで、やっぱり分けて出そうってことになったんですけど、まあ準備の方は進めてますので、ちょっとすいませんけど、まあ早ければ来週にはなるんかな。今週っていう目はないんですか。来週になるんですか。はい。すいませんけど。で、これパッチ当てると R タイプファイナル2がファイナル3になりますんで。で、何で3になるかというと、この6人でプレイできるモードっていうのが、まあ、私の定義する、まあ、メジャーアップデート 2.0 R タイプファイナル3ということになります。はい。すいませんね。パトロクロスは来ますけど、パトロクロスでもみんな知ってる方は知っておられるかと思うんですけど、かなりマイナーチェンジな感じですよ。ナルキッソスはかなりえげつないっていうか、本当に新しい追加期待感ありますけどね。パトロクロスは割と地味な期待ですね。はい。すいませんけど、本当はまあそうなんです。もう今日配信してありますよっていう話だったんですけど、ちょっと申し訳ないです。はい。待っててくださいね。はい、すごいな、心の中から申し訳なさと待っててほしい感があります。はい。そうです。ナルキッソスはね、ちょっと使用上でも壊れてますね。まあ、もうちょっと動画できてからにします。はい。じゃあちょっとファイナル2とファイナル3の話、ちょっと今日これしかないんですよ。もう配信してるつもりでおったんで、はい。の英語版です。全然伝わらないですよね、今のニュアンスね。はい。はい。っていうか、このフリップ使い回しですよね。違うんですか。すごい一方的に。はい。じゃあ、次はいよいよ、はい、R タイプファイナル3イボルブド。すいません、コーヒーのもう残りが少ない。はい。ワニタクティクス3。皆さんもあれですか、飲み物の飲みながら、まあ明日仕事の人も結構ねいらっしゃるから、あまり深酒もできないですよね。すいませんね、ちょっと、はい、牛乳、Xbox 版は Xbox シリーズ X 版は出るんですよね。タクティクス足さなかったでしたっけ。はい、すごいですよ。確認しながらなんですけど、僕まあちょっと物忘れも激しいのと、ちょっといろいろなごっちゃになってるんですけどね、聞いてるのにね目そらすんですよ。ひどいと思いますよ。ではこれちょっと早いけって言われてますんでいきます。プレイステーション5用 R タイプファイナル3エボルブド日本リージョンね、2023年3月23日発売予定。いよいよ数時間後に
そうですよ、あと2時間45分ぐらいでね、すごいですね。それで何かやるんかと思いきや、今日も何の企画もないんでしょこれ。すごいですね。これ朝までプレイするとかじゃないんですよね。はい、これ動画、前回と前々回と一緒の動画をご覧いただきます。すごいな、同じ動画で3ヶ月も。はい、こんな感じの場所です。というか、こういうことももうないですけど、大丈夫なんでしょうか。すごいこれ前のステージも入ってますよ。そしてこんな6人でやるモードが間に合ってないんですよ。すごい、また大きな音が、これ最終面ですね。ちょっとエフェクト強くてプレイしにくいっていう、何を言ってんのって言ったりするんですけど、そうですね。オンラインモード、そうなんですよ。ちょっとね、そっちのお詫びもあるんですね。はい。ということになってます。でね、あれなんですよ。これのお詫びっていうのは、ちょっと段階的に伝えていくんですけど、今日0時に購入していただくと、早速 1.01 っていうのにバッジを当てていただきます。いただきたい。バッジを当てていただきたいんです。でね、本当はね、今日 1.02 に上げる予定だったんですよ。で、それがオンラインの要素が入ってたんですけど、そっちも落ちてしまいまして、ちょっと内容説明しますけど、アルナイブファイナル 2.5 エボルブド、それつらいな。つらいっすね。すいません、ありがとうございます。ヒートマン DWN0153 by PS5。ありがとうございます。アルタイプファイナル 2.5 エボルブドどうですか。こういうふうにうなずいてますね。の公式うなずいてますけど、このまま 3D シューティングへ行きそう。そうですよね。あの演出見てて僕もね言っちゃいましたよ。洞窟の中行くの見て、このままゲーム 3D でやったらええのにって言ってしまってこれちょっとまだアイレムに許可取ってないんですけど、 3D もちょっと検討してますね今ね。こんなん言うてよかったんかな。ちょっと流しましょう。はい。でね、もう一回ちょっと構成を、ライトさんありがとう。マレーシアさんにいらっしゃるんですかね。いつもそうですよね。マレーシアリンギットでいただいてます。はい、ありがとうございます。で、構成こんな感じになってるんですけど、もう一個の大きなお詫びがあるんです。これ多分企業としてやってはいけないすごい失敗というか、もうこれはもうなんかお詫びを考えなきゃいけないです。具体的な経済的なお詫びを考えなきゃいけない級の失敗をやらかしてます。こういうふうに伝えてますよね。アルタイプファイナル2と3を包含する形でエボルブドっていうのがあります。でちょっとオンライン要素がバージョン 1.02 が間に合わなかったっていうのも十分にお詫び材料なんですけど、これ DLC ですよ問題は。僕ね PS4 の DLC は無料で使えますって言いましたよね。このグランゼーラという企業の公式の YouTube チャンネルで PS4 の DLC を買ってる方は PS5 で無料で使えますって言ったにもかかわらず、なんと次の後ですいませんけどね、これ無料じゃないんですよ。無料だと思ってたんです、私もプロデューサーも。ところがちょっと22円で買っていただかなきゃいけなくなってしまって、これはちょっと無料って言ってて有料になってるんでちょっととんでもないなと思ってるんですけど、ちょっとすいませんけどステージパス第1弾第2弾第3弾買っていただいている方、そして OFX も
でクラウドファンディングの支援者期待の、に関してもちょっとお渡ししてる方にはですね、ちょっと PS5 版で使っていただくのに22円で買っていただかなきゃいけないそうなんですよ。ちょっと僕も本当に直前でちょっとそこ、認識がちょっと間違ってまして、すいませんね、本当に申し訳ないです。22円で買ってくださいっていうことなんですよ。でもう一個ね、資源ってあったんですけど、あれは逆にちょっと PS4 版で使ってると使えないんですよ。なので、もう PS4 版で買ってる方にはストアに出ないように対応してもらってますので、改めて PS5 版の資源はまた出していこうと思ってますんで、ちょっとすいません。二戸仁さん、さっきもありがとうございます。こういうことになってます。はい、この22円、ちなみにこの22円のね、2円は消費税らしいです。ここにも来るんか消費税っていうことになってますので、夜勤の休憩所からエール、勤務中なんですか、愛してるぜベビー、ありがとうございます。キリ提督さんありがとうございます。はい、22万円ならもうどうだったって、それはさすがにそれはないですね。これ金額からも分かると思うけど、グランゼーラこの22円で儲けようとかそういうのはないですし、ソニーさんも別にこの22円で儲けようとされてませんので、これどうもなんかどうなんですか、法律ですか、手続きですか、なんかそういうことらしいんですよ。で何が間違いかというと、22円っていうより僕が間違った情報を出してしまったことが問題かなと思ってますので、本当に申し訳ないです。DC さん、22万円でいいんだ、22円でいいんだ、すいません、エボルブと楽しみありがとうございます。なのでこれ5つとも持ってる方は、どうなるんですか、110円をちょっと余分に負担していただく形になります。僕らもね、これね、ちょっとドキドキしてるんです。というのはね、1.01 のパッチとかは事前に確認できるんですよ。この内輪の話していいんかな。このね、ダウンロードコンテンツだけは僕らも0時にならないと落とせなくて、この配信終わった後確認するんですけど、何かあったらどうしようかなと思ってますんで、ちょっとドキドキしますけど、ほんまに22円やってちょっと確認していただければと思います。ドキドキします。ゲームの発売日ドキドキしますね。もうこればっかりは何年やってても慣れないですね。はい、すいません。じゃあこんな感じで。構成に関しては英語のフリップをもう一回見ていただくんですけど、たださっきの22円はあれなんですよね、日本の場合の話なんですよね。海外のことはまだわからないと。で今日の 0時というか24時に発売になるのも日本、台湾、香港は24時同じタイミング、同じ日だけどわからない。実はほとんどないでしょう。韓国はちょっとわからないんですけど、今聞いてるのは台湾もほぼ同じタイミングっていうのは聞いてます。でちょっと北米欧州の方はちょっと私どもの対応がちょっとまずくてですね、少し何週間か後になってしまいます。はい。Xbox 限定。そうですね。今ね、昔と違ってね、複数のプラットフォームの開発っていうのがやりやすくはなってるんですけど、それでもね、結局はゲームにした時点でやっぱりゲーム機ごとの特性っていうのがありますからね。はい、そんな極小ワイプで言われても何の謝罪も伝わらない言われてますよ。こんなちっちゃいワイプで謝ってもちっちゃいなりじゃないかっていう。はい、すいません。ちょっと
どうですかね。ワイプはちっちゃいですけど割とこう大きめに、すいませんけど申し訳ないです。はい、で今日ねあれなんですよ、ここに持ってきてプレイを見てもらおうかなと思ってたんですよ。ここにあるんですけど、そのアクティビティっていうのにも、偏差カマンさんありがとう。質問です。クラファン機体は購入しないと引き継ぎ不可ということですが、逆に言えば PS4 から引き継ぎのユーザーじゃなくてもクラファン機体を買い戻せる。引き継ぎ、セーブデータ引き継いでなくても、セーブデータを引き継いでなくてもクラウドファンディングの時にあれなんだっけ、バウチャーコード入れてたら大丈夫なんじゃないかな。ちょっとゴロリンさんに聞いてきてください。でもフリップがめくれないんだ。ゴロリンさんちょっとこっちの部屋に来てもらえます。すごい放送中に呼んでる。ちょっともうちょっと僕よりちゃんとしてる人に来てもらいますんで。どうなるんですか。クラウドファンディング機体をバウチャーコードでダウンロードしているアカウントであればセーブデータを移管してなくても再度 PS5 でダウンロードする。なるほど。クラウドファンディングの機体のバウチャーコードがを使ったアカウント、バウチャーコードを使ってるアカウントであればセーブデータそのものは引き継いでなくても22円にて PS ストアから PS5 にダウンロードできるそうです。ちゃんとしてる人がすごいな。君すぐそうやってちゃんと説明できんねんな。俺なんか聞いてもそのまま言われへんけど、ありがとうございます。ということですね。はい。バウチャーコード前PS4 のバウチャーコードじゃないとダメだ。すいません。PS4 のバウチャーコードじゃないとダメだそうです。はい。ちなみにパスワードで開放されるものは使えますね。同じパスワードで。はい。周りがちゃんとして。それはそうですよ。僕なんか周りがちゃんとしなかったらもうとっくの昔に淘汰されてますよ。本当に。ということです。ありがとうございます。いつもね、ゴロリンがね、隣の部屋で放送ずっと聞いてくれてるんですよ。で、僕がまずいこと言ったらね、止めに来るっていう段取りになってます。タイプの新しい映像とか武装とかステージの紹介はない。そうですね、ステージの紹介はないこともないんですけど、本当は今日ね、ちょっと番組の情報の価値があまりにもないんでっていうことで、ちょっともう皆さん見ておられる画像ばっかりなんですけど、ちょっといくつか写真用意しましたんで、はい、これは歯車のステージです。僕が前回華麗なプレーをして、これはなかなか難しい6番目のステージです。はい、そうなんですよ。ちょっとね、それはあるんですよ。今のなんていうのかな、ゲームの付き合い方ってあんまりね、そうなんです。どっちかというと実況動画上がってほしいなって思ってたりもするので、はい、華麗なプレーってすごい華麗に反応して、はいですね。あとはどんな写真ありますか。これはファイナル2、3側と同じように火炎機体の追加機体が入ってます。本当は PS ファイナル2のが先に出る予定だったんですけど、ちょっと展開のあやでエボルブドの方が先に出ちゃいます。PS5 版をひいきして先にっていう画策してたんじゃなく、手違いでそうなっちゃったって感じです。はい。で、次は何でしたっけ。これはR 公園ね。
これもねちょっとね先に言いますよ。ここもお詫びですよ。 1.02 っていうのに上がると今ね 1.01 だとここ何の曲も鳴ってないんですよ。オフラインしかないのと曲が全く鳴ってなくて、でね 1.02 でここにジュークボックスが置かれるっていうのでジュークボックスを用意してたんですけど、ちょっとそのパッチがアップデートが間に合わなかったんで、曲をリクエストして聴いて自分の聴きに入った曲を流していただくということで、メタバースなんでオンラインのモード 1.02 だとオンラインのモードになるんで、誰かがリクエストしたらその曲が聴けるっていうか聞こえてくるという作りなんですけど、ちょっと明日買った人は全く無音ですね。びっくりするぐらい無音になってます。はい、これがちょっと 1.02 の予告みたいになってしまいましたけど、ここには入れますけど1.01 だと1人で入ってるだけになっちゃうので寂しい感じです。はい、でこれが自分の部屋です。自分の好きな自分の持ってるハンガーの機体をここに置けます。アカラウグベントさんありがとう。ファイナルズ3エボルブド発売おめでとうございます。ポエムの復活をお待ちしております。太陽に溶ける日まで待ってます。はい、メタバースはそうですよ。メタバースはちょっと次のアップデートになりますけど、本当はねちょっと本当はねばっかりやな。ここもメタバース入ってここでみんなと待ち合わせして遊ぶ予定だったんですよ。本当の今日の流れはね0時になったらなんかプレイステーションホームの時にそんなイベントやりましたね。アイレムの時にブラックアイレム団あれをもう一回やりたいんですよね。メタバースうまくいったら次の配信はそのメタバースに僕アバターで入った状態でやりますので皆さんも入ってください。はい、そうで次の写真、これは最終面ですね。ちょっとね写真だと分かりにくいんですけどプレイしていただくとねびっくりするぐらいプレイのしにくいステージですよ。これちょっと止まってるから分かりにくいんですけど、何これって言いたくなるステージです。はい、言っちゃいましたね。はい、でこれも間に合ってないですよ。 1.0 に乗り物ね、乗り物です。なんかねメタバースとか走っても走る速度って遅いんでちょっと乗り物いるなと思って、でもね先に言うとセグウェイとか言ってる、そこ不筋ですよ。セグウェイ不筋ですよ。でも僕のスタッフへの説明もセグウェイでしたけどね。これね先に言うとね乗り物はダウンロードコンテンツです。お立ち台みたいに見えますけどこれで進むんですよ。これなぜか妙に楽しくてでダウンロードコンテンツで先に言うと無料でもらえる乗り物とこのねパウアーマーの方はちょっと有料になってまして、っていくらなんですか？首かしげてるわからん。すごいですね。広報でしょ。880円鋭いんじゃないですか。無料のやつもありますからね。だからお金別に追加でなくても、ただねこのパワーマンのが卑怯でしょ。なんか欲しくなるんですよね。はい、なのででもこれ買わなくても別にいいです。無料の方でも若干移動速度遅いけど歩くより速いですから使ってください。でこれも 1.0 です。これ本当はもう今日でこれでレースできるようにしようかなとかって話してますんで、はい、すいませんね。ちょっとあんまり新しい情報ないんですけど、こんな感じですね。はい、すいませんけど
1.01 はちょっとまだオンラインがないんだけど 1.02 っていうのでオンラインになってジュークボックスもあるし乗り物もあるしっていう感じにで、みんなで入れます。世界中の人で入れることになってますんでちょっと今しばらく待ってください。落ちた理由も言ってもいいよ。チェックで落ちた理由言うとあかんの。今日間に合わなかった具体的な理由とか言ったらダメなんですか？落ちた理由ダメだそうです。はい。大江戸そうですね。そうですね。夏はね盆踊りにしたいんですよ。はい。シューティングゲームのいわゆる横スクロールのシューティングゲームとしてもアップデートしていきますし、こういうメタバース機能も充実させていくし、あと VR のモードも充実させていきますんでちょっと楽しみにしてください。ちょっと遅くなって申し訳ないです。はい。でセグウェイって言うたらダメですよ。じゃあ、すいませんけどよろしくお願いします。で次が質問コーナー。これねあれなんですよ。僕質問コーナー選んでもらってるんですけど中にはね僕も答え知らない。開発のことなら分かりますよ。開発のことなら、ちょっと責任者なんで歯切れ悪くても自分が答える責任あると思うんですけどね。グランゼラミュージックとかって別の人がやってるのになんかカンペがないんですよ。はい、じゃあ早速質問。質問 R タイプファイナル2、3 R タイプファイナル2についてです。2月の集いで話題になった機体の OS はゲームのどの画面で確認できるのでしょうか。気になって探してみましたがゲーム画面やミュージアムにもなく見つけられなかったので知りたいです。これはね発信そうか確認できるとこが発信のデモシーン出発シーンがあるんですけどその時にねパイロットのヘルメットのあれなんていうんですかヘッドマウントディスプレイっていうんですかそこにOS の起動画面みたいになってるんですよ。なんか説明が下手ですけど、なんかミサイルがどれだとかフォースがどれだっていうそう発信シーケンスそうですありがとうございます。そうですあそこにね OS R タイプ R9A っていう機体の型名がねごとに OS があってそこにバージョン 1.11 とかって出るようになってましてはいそうです。それが上がっていくようになってます。ちょっと上がった時の機能というか効能っていうのはまだ実装中なんですけど見ていただくのはディスプレイのところにバージョン出てますんで言い換えるとそこでしか見れないかもしれないですね。これねあれなんですよ。僕もね社内でも聞かれてたんですよ。このバージョンって何か後で影響するんですかってずっと言われててそれはそうって言ってるまま来てますけどね。はい、デモシーンオフ何回もやってたらそうかもしれないですね。はい。では次。グランゼラミュージック質問。ファイナル2のサントラですが、オマージュステージのサントラのようにオンライン配信の予定はありますか。また追加ステージ 5.1R1.0 やファイナル3エボルブドのサントラもご検討いただければ幸いです。すいません。読めない。フロントフランスさん。
ディア九条 I have planned そうですか R357 まずプレイヤブルシップなるほどそうですね昔の機体昔というか昔ゲームで遊べたわけじゃないけどその R9 の前身機体ですよねなんとかならないのってことねそうですねちょっとそれはそうですねわかりましたありがとうございますでも R5 とか R7 なんて何もないぜR5 なんてあれタグボートじゃなかったっけなんか戦艦引っ張るための船じゃなかったでしたっけ R7 もなんかテスト中に爆発するんじゃなかったっけでも確かにそういう 3D モデルになったら面白そうですね、でこの質問はなんかカンペを用意したぞってすごいなんかドヤ顔で言われてるんでカンペ見ますねいただいた質問だからファイナル2のサントラオマージュステージじゃないとこのサントラと追加ステージ 5.1 や R1.0 のサントラファイナル2のサントラとか 5.1 R1.0 に関しては前向きに検討するそうです。何ですかこの答え。カンペ用意してるからとか言ってすごいドヤ顔で言ってなんだこれ前向きに検討しますみたいな。なんかどこぞの総理大臣みたいになってますけどファイナル3のサントラは3月20日から配信開始しました。ぜひ聞いてください。配信されてると。昨日から一昨日から配信されてるそうです。ぜひ。なんかこの後も告知があるみたいです。では次。ちょっと早弁せずにめくってください。提案。R タイプファイナル2、3、コンティニューやチケットのオンオフメニュー画面で難易度キッズ以上でもスローが選択できるようにしてほしい。オンにしたら資源マイナス50。その超具体的に仕様を書いてもらってますけど、チケットはなんで止まってんや。そうですね。これなんか他に影響なければ多分大丈夫でしょうね。ちょっとスタッフに聞いてみますね。僕ポンって言ってもね結構他の仕様とぶつかってたりすることもあるので対応できるようであればこれは対応しますけど、チケットは直近ではビットが常に2つついてるっていうのと、これ前回説明したかもしれないですけど、あとドースゲージが初っ端からマックスっていうのは用意してますので、スローモードそうですね、確かにそうですね、わかりました。ちょっとこれ他の人としようとぶつかったら時間かかるかもしれないけど、そうでなければ速やかに対応いたしますので、はい。では次、質問。漫画家ケール R タイプファイナル2が発売された時には漫画家ケールで R タイプの素材セットが発売されましたが、3ボルブドやタクティクスコスモスが発売された時もそれにちなんだ素材は発売されますか。これね、実はファイナル2のもね第2弾っていうのまで用意してあるんですけど、ちょっと漫画家ケールの方がすんごい大きな変更を入れてまして、もう原型とどめてないぐらいの変更を入れてるんですよ。もう漫画家ケール2って呼んでますからね。なので素材は出したいんですけど、
そうですね、ちょっとタイミングがエボルブド出るタイミングはちょっと難しいかもしれないですね。これもう出したいんですけどね、ちょっと出さないと時代がすごく進んでるんで、まあぶっちゃけどんな内容どんな内容か、なんかすんごいこんなんされてますけど、どんな内容かね、ちょっとだけ言いますよ、強行突破で。素材が少ないとか足りないってなるじゃないですか。背景の絵一つとってもコスチュームとってもね、そういうことをもっと根本的に解決する方法を検討してます。何言うてるか全然わからんってなりそうですけどちょっと消されそうなんでこれぐらいにしときますけど、なので素材は出したいんですよ。それは僕らが作ってるゲームと関係ある素材を漫画家ケールにも提供して、漫画家ケールでもそのゲームでね R9 とか絶対絶命都市の漫画作ってもらいたいと思ってるので、取り組みとしてはその方向でいってるんですけど、ちょっとタイミングはあんまり今この時期って言えないんでちょっと申し訳ないです。さっきもありがとうございます。ヒートマンさんありがとうございます。はい、ラグナロック3、そうですね、元のと同じ仕様のってやつですよね。はい、ちょっとそこもいろいろやってますね。プレイヤー機体もね、最初の設計よりだいぶ自由度が広がってきてるんで、機能を拡張していろんなものできるようになってますんでね、ちょっと待っててくださいね。はい、で次はこれは何ですか。提案 R タイプファイナル2、3。R タイプファイナルではエンディングを担当された椎名ヘキルさんの使用機の R9A3 レディラブがいるのだからファイナル2どころか3でも関わってくれる飯田舞さんにも感謝の特別使用機があってもいいのではないでしょうか。どうですかこれは。飯田さんに頼めるんですか。こんなデザインですか。綾鷹さん2倍なんか読めない。エボルブで PS5 でありがとう。しかし PS か5な。楽しみです。流れていってしまった。移行のやり方が分からへんでもらえてます。ここで言うことでもないけど言ってしまうと、PS4 のセーブデータを入れてください。PS5 に入れてください。PS4 版の時のセーブデータを入れていただいて、ゲームを立ち上げると移行するか聞いてきますんで、もしもそのタイミングを逃してしまって進めてしまったら、ちょっとねセーブデータ PS5 版のセーブデータが作られてしまうんで、ゲーム始めたらちょっともう一回消してほしいんですよ。 PS5 の方のセーブデータをちょっと誤操作で上書かないようにするために、ちょっとそういうセーブデータがないPS5 版のセーブデータがない状態で PS4 のセーブデータが入ってたら引き継ぐかどうかを確認するっていう仕様になってるんで、ちょっと分かりにくくて申し訳ないですけど、はい。で飯田舞さん、そうですね、これ頼んでもいいんですよね、飯田さんに。いいですよね、頼んでも。はい、じゃあちょっと改めて飯田さんの事務所の社長さんにお願いします。はい、わかりました。これは確かにそうですね。そうはもう言われる通りだと思います。はい。で、次がご意見。グランゼラミュージック。なんとかゲーム発売前に主題歌花が散る前でにを。あれ花が散るまでに違いますよね。散る前にですね。のフル配信していただきたかったのですが、この感じだとファイナル2の時と同じようにゲーム発売日と同時になりそうですね。
言われてますよ。カンペを見ろって言われまして、カンペあるんですね今回は。すいませんね、カンペが回答ギリギリです、すいません。3月20日から配信を開始しました。ぜひお聞きください。これね、これ塩らしく言ってますけど違いますよ。彼女が言いたいのはね、同日じゃないですって言いたかったんだと思う。2日前に配信したって言いたいだけですよ。こんな同じことですよ、2日前やとね。はい、なので2日前に配信始めましたっていうのを回答するように言われてるんで、僕はもう同じやんと思ってますからね。おっしゃる通りです。はい、で、最後もう最後の質問ですか。今日たくさん取り上げるんじゃないの。すいません、最後だそうです。質問と呼ぼう。アルタファイナル2、3、ファイナル3ブルブドは発売時は7ステージとのことですが、今後ブルブド専用ステージが増える予定はありますか。専用 DLC などは検討していますか。今の時点ではボルブド専用ステージの追加っていうのは、開発のラインには上がってないです。今上がってるのは、両方で共通で追加するステージっていうのは、いくつかあります。R2.0 競技ステージの R2.0 っていうのもあるし、ステージ 4.1 っていうのも今用意してます。もうこれはだいぶ進んでますので、そんなに待たずにアップデートできればいいなと思ってますけど、ちょっとまだチェックが入ってないんでですね。なのでちょっと今すぐエボルブ用のステージっていうのが2ヶ月後とかに追加されるっていうことはちょっとないです。でちょっと先のことはちょっとわからないですね。エボルブドじゃないと足せないステージっていうもののちょっと企画が上がってきたらとか、私がなんかこれやって思いついたら入れるかもしれないです。で専用 DLC に関しては今のとこエボルブド用の専用の DLC としては先ほどのメタバース用の乗り物と、VR のモードですね。VR のモードは無料で追加できるようになるのと、乗り物に関しても無料のものと有料のものがあるんですけど、そんな感じでいますね。はい、ステージは全く可能性ないことはないと思うんですけど、プレイヤー機はエボルブド専用っていうプレイヤー機は原則としては予定がないですね。ちょっとそこでルールを違わせてしまうといくつか不都合があるので、今後の展開のことを考えると、はい、ちょっとこういう回答です。だからステージに関しては今の時点では予定に組まれているものはないですと。ステージは、どのプラットフォームにも共通のステージを準備、表現が若干エボルブド用だけ違ったりということはあるかもしれないですけど、で DLC としては、メタバースに関連するものと VR のものは制作にも入っています。でプレイヤー機に関しては今後も、どのプラットフォームでも共通で揃えていくっていう方針です。はい、唐揚げ弁当さんありがとうございます。本日仕事は忙しく配信を見れなかったので最後に投げておきます。すみません。すでに回答されていましたら無視してください。F3AE ってファイナル3イボルブドの海外リージョンに付属する CD2 枚組は日本では入手これどうなんですか、不能なんですか。また PS5 登場シーンはタノスハドルとどうにか出すことはできないでしょうか。あとポエムの完全復活レーザー波動砲と原作仕様の R9C とちょっとスラッシュゼロ R9 そうですね、スラッシュゼロはハイパードライブと
そうですね。それの併用っていうのはちょっと使用自体は進めてますけど、 R9C はちょっと今のとこはないですね。はい。これよ、これなのよ。6畳 LB 何を聞いてるんですかこれ。プリズムドラゴン97歳。何を聞いてるんですかはい、AI バトル、ファイナルにあった AI バトルをまたやりたい。嬉しいな。僕ね、あれ自分で詩を書いたんですよ、 AI バトルに。すんごい社内で評判悪かったですけどね、こんなん誰がやるのみたいな扱いでしたけど、ね、あれでも当時AI の詩を書くのもなかなか大変だったんですけど、ね、あれね、作った理由はね、シューティングの上手い下手だけじゃなくて、なんかもうちょっと別のファクターで遊べる要素を足したかったのと、どうしてもサイドビューのゲームって横からの視点ばっかりになって、3D で作った機体がなんかせっかくなのにね、横からしか見えないのもったいないなと思ってやりたかったんで作ったんですけど、そうなんですよね。ああ、そうなんや、嬉しいな。大会やってましたね。やってました。社内で、そうそう、やってましたね。で、社内でもね、バランス調整とかで、それこそね、ラグナロック2のギガ波動砲7周貯めて AI が撃ったのを相手が避けた、もう絶対これで勝負あったと思ったら避けたのはびっくりしましたね、 AI が。はい、すいませんね。なんか話がどこ行ってしまったんだ。そうです。で、要望の方は R ミュージアム、今後の新しいロケーションを増やしてほしい、月面洞窟などいかがですか。そうですね、これは増やしたいですね。ちょっとパイロットウォーレコードの方はすごく直近でまた増えるんですよ。月面と今森の中みたいなのがあるでしょ。で今用意されているのはね、南の海っていうのが用意されてます。でミュージアムの方も準備してますけど、月面でも洞窟でもないですよ。ここは僕自分が担当してるんでね、ちょっとね嬉しそうに言うんですけどね、もうお楽しみですよ。これはもうかなりいいんじゃないかなと思ってますんで、はい、増やしていきますんで、映えるところを、はい、よろしくお願いします。トロピカルエンジェル的な、そうです。どっちかっていうとね、なんていうのあれ、ラウンジなんや、ホームの時の、すごいみんなもむちゃ白状や、はい、黒だるまさん、ありがとう。パイロットスーツでエンジェルバック出ないですねいや、まあそれね、結構アイデアとして出るんですけどね、ちょっとえげつないんで二の足踏んでるんです。すごく思ったら仕方ないのか。ちょっとそれはちょっと確認しますね。対応してるかなと思ったんですけどね。チャット GPT に AI バトル学習させたい。はい。じゃあ、これで最後なんですか。すいません、ちょっと最後だそうです。取り上げてるもんはもう多分この放送、社内のスタッフがみんな見て明日から動いてくれると思うんですけど、そうじゃないのもちゃんと開発関係のは私の方でやります。ミュージアムはもうここのディレクターが対応しますので、ちゃんと漏れなく伝えていきますのでよろしくお願いします。で、今日は告知が4つあります。告知のコーナーです。これはもうグランゼーラーの都合、今日はちょっとね、いろいろ関係会社さんとかからの情報もありまして、
タクティクスのクラウドファンディングでエンディングに掲載される名前はブリッジしたアカウント名ですか？自分で決めることはできます。これは自分で決めれるんですよね。またキックスターターの方で確認しますんで、考えておいてください。どんな名前で載るかを。はい、では、告知が4つあるのの1つ目、フォーメーション Z。すごい、もう久しぶりにフォーメーション Z のネタですね。作ってる方はね、ファイナル3と、フォーメーション Z とタクティクスと作ってるんですけど、フォーメーション Z のイベントが今度の土曜日3月25日にありまして、そこでプレイしていただけるようになってます。はい。ちょっとこれ曲大きすぎないの？みんな大丈夫なの？僕はまあいいんだけど、僕の声がそんなに通らないんで。はい。で、これね、イベントが同じ日に東京と大阪であるんですよ。ハピネットゲームフェスっていうのが東京秋葉原でありまして、11時から18時まで。これは入場料無料っていうことで、ここでプレイいただけると。で、もう一個はね、大阪のゲームパビリオン。ね、大阪スカイビル。で、こちらは1000円必要ということで、でね、これどちらもグランゼーラではなくシティコネクションさんね。シティコネクションさんのブースです。で、使用いただけると。今回はステージ2。言ったらいかんかった？ステージ2。ステージ1が地球で戦って月に向かって飛んでいくんですけど、月での戦い。俺言ったらあかんこと言ってるか？言っちゃったな。はい。ぜひプレイしてください。ひょっとしたら大阪のイベントは1時間ぐらい行くかもしれないですね。ちょっと不具合出たら修正してるんで行けないかもしれないですけど、何もなければ土曜日ちょっと1時間見て帰るかもしれないですけど、ハピネットさんはハピネットさんってゲームも出されてるし、ゲームの流通の会社さんですけど、ここはこういうイベントでやられていて、でゲームパビリオンの方はインディーゲームのいろんなゲームが出展されてるっていう話なので、ちょっと僕は見に行きたいなと思ってるんですけど、はい。すいません。なので、3月25日東京大阪に行ける人はぜひ行ってください。これは申し込み、ゲームパビリオンの方は申し込みが必要だということです。これ申し込んでなくても行けるんですか？ヒートマンさん、流れていく日が改めてストライクボーマーエクスプレインハウなんか説明してくれ。説明してくれって言ってるよ。ちょっとじゃあ後でなんかちゃんとして返してください。いいっすか？英語にできない答えは後で言います。はい。で、これがじゃあフォーメーション Z の、イベントね、25日に東京と大阪で出展されるので、ぜひプレイしてみてください。開発途中のもんではありますけど、はい、ですごい翻訳してくれてるよ。そういうことか。なるほどね。はい。ちょっと確認します。どっちにしても。僕ね、あれなんですよ。ミュージアムのテキストね、
全部書いたんですよ、そのファイナルの時に。で今ファイナル2作る時見直した時にね、なんでこんなん書いてんやろうっていうのも結構あって、で今期待列伝って書き直してるんですけど、ちょっとそこでもう一回整理してたりするんで、はい。でじゃあ次の告知を、これフォーメーション Z ね、はい。で次はR タイプファイナルイボルブドのイベント、同じハピネットゲームフェス同じじゃないですか。はい。先ほどフォーメーション Z で東京でプレイできるよって言ったその同じ3月25日同じイベントですね。ベルサールや秋葉原で R タイプファイナル3ボルブドもプレイできるということになっています。だからシティコネクションさんのブースに行くとフォーメーション Z がプレイできて、グランゼーラのブースに行くと R タイプファイナル3ボルブドがプレイできるということになっていますので、これ行くと両方プレイできるのでぜひということね。だからもう買ってるよっていう方はここ行かなくても良さそう。そんなこと言ったらハピネットさんに怒られそうやけどいいんですけど、ちょっと PS5 買う予定ないなっていう方はここでプレイしていただければと思っております。そうか、でも僕はハピネットさんには悪いけど行くなら大阪かなすごいむっちゃ眉間にしわ寄って怒ってるすいません、ハピネットさんすいません。はい、忘れてた。コーヒー飲むしかない。皆さんも牛乳とかウイスキーとか飲んでください。はい、では次が出た R9A プラモデル。ここあれなんですね、プラムさんって一文もないんですね、このフリップに。今気づいたんですか。うわ、これ怒られると思うな、プラムさんに。R9A プラモデル新バージョン発売決定。100分の1スケールプラスチックキット R9A バージョン R タイプファイナル3エボルブドということで、なんとプラムさんから熱い動画が届いてます。ノーカットでご覧いただきますということなんですね。ですよね。はい、じゃあぜひご覧ください。グランゼーラの集い3にお集まりの皆様、こんばんは。プラム PMOA のプラキット企画開発の坪と申します。よろしくお願いいたします。R タイプファイナル3エボルブドがいよいよ明日発売ということでおめでとうございます。僕も予約していて明日届くのが楽しみです。今回2つご報告をさせていただきます。まずは1つ目です。R タイプファイナル3エボルブドの発売を記念いたしまして、R タイプファイナル3エボルブド仕様の R9A の発売が決定いたしました。100分の1スケールプラスチックキット R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル3エボルブドとなります。早速画像をご覧ください。どうぞ。今回のキットは以前発売した R タイプファイナル2バージョンのリニューアルとなります。基本は R タイプファイナル2バージョンなのですが、サイドのディティールを変更し、今回新たにラウンドビットが付属となります。またデカールも付属となります。サイドのディティールはゲーム内の仕様の一重ラインとなります。ラウンドビットとデカールは多くのご期待の声がありましたので、今回こそは付属させたいと思い企画いたしました。変更パーツと追加パーツの原型をファイナル2バージョンに合わせてみましたのでご覧ください。どうぞ。はい。では寄ってみてみましょう。はい、こちらが R タイプファイナル3バージョンとなります。今回は新たにラウンドビットを付属しております。こちらが R タイプファイナル2バージョンとなります。またサイドのモールドを変更しております。こちらが以前のモールドです。グレーの二重のラインが
一重に変更しております。また今回はデカールが付属します。こんな感じになっております。赤い部分が主なデカールとなっていて、ビットの機体ナンバーですね、R9 っていう部分とか、この青い部分ですね、こういう部分がデカールとなります。はい、ビットはこんな感じになっております。中身を見てみましょう。はい、内部のモールドを細かく再現しております。はい、改めて商品情報です。商品名 R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル3エボルブド100分の1スケールプラスチックキットとなります。全長 250mm、定価7100円、税込み7810円、プラム直販価格6400円、税込み7040円となります。付属品、展示ベース、パイロット、フォース、ラウンドビット、デカールとなります。2023年7月発売予定。ご予約はプラムホームページ、または模型販売店などでよろしくお願いいたします。また、最新情報は、プラム公式ツイッターアカウント、プラムコミュニティセンターで情報を発信しております。こちらのアカウントのフォローをしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。また、3月22日22時より、弊社特設サイトからの先行予約開始となります。ご予約よろしくお願いいたします。はい。ではもう一つのご報告です。R タイプファイナル3エボルブドの発売と100分の1スケールプラスチックキット R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル3エボルブドのご予約開始を記念いたしまして、フォロー&リツイートキャンペーンをいたします。詳しくはこちらの画像をご覧ください。どうぞ。キャンペーン名は R タイプファイナル3エボルブド発売記念&100分の1スケールプラスチックキット R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル3エボルブド予約開始記念フォロー&リツイートキャンペーンとなります。参加条件はプラム公式ツイッターアカウントプラムコミュニティセンターをフォロー、当該キャンペーンツイートをリツイート、商品は100分の 1R9A アローヘッドバージョン R タイプファイナル3エボルブドのプラスチックキットと R タイプファイナル3エボルブドプレイステーション5用ゲームソフトのセットとなります。抽選で5名様にプレゼントいたします。応募期間2023年3月22日から4月29日、発送時期は2023年7月末あたりとさせていただきます。キャンペーンのツイートは3月22日22時あたりにいたします。ふるってご参加ください。よろしくお願いいたします。プラム PMOA からのご報告は以上となります。たくさんのご予約、キャンペーンのご参加をお待ちしております。よろしくお願いいたします。では、スタジオの九条さんにお戻しいたします。実直なご感想をよろしくお願いいたします。ではでは。ありがとうございます。これゲームのセットのプレゼントもあるんですか？で20もう今日リツイートしたらフォローする？はい、先行予約、プラモデルは先行予約開始中。それとは別にフォローとリツイートキャンペーンもやってると。すごいですね。そうなんですよ。ビットコンダクターという横についてるちっちゃいパーツのデザインを少し変えてあったらなんかそれ確認されて
専用にまた作っていただくということで、さっきも書いていただいている方いるし、ビットの中身、ね、ゲームで見えないんじゃないって、再現って書いてあるけど見えないんじゃないって、それおっしゃる通りで、中身どうなってるんだってプラムさんとこう詰めることになって、ビットの中身がでいろんないやああじゃないこうじゃないみたいな話で、今こういうデザインに今落ち着いてるんですけど、はい、そんな感じですね。先ほどちょっとありがとうございますね。私の言ったことを英語で翻訳していただいている方いらっしゃったんでありがとうございます。はい、でプラムさんの方は、予約を開始先行予約はすでに開始していると、開始中というのは変ですね、開始されていて7月発売予定ということになっているのと、フォロー&リツイートキャンペーンで、プラモデルとゲームがもらえるイベントを今されているということです。100分の1はもうなかなかのそうです、ボリューム感で、デカールもつくと、ラウンドビットとデカールがついてるということですね。はい、ぜひとも、私は買いますね、これもね。はい、前回のもね買いましたけどね、いいっすね、やっぱりね。はい、でももう一個いただいていますよ。キックスターターバッカーシッププロブラズレイターダウン書いてあるよ。はい、クラウドファンディングのことはちょっとまた担当の方から説明してもらいますね。キウイベリーのペーパークラフトとかみんな覚えてくれてんねや。あれよくできてましたよね。僕もね結構デザイナーにね無茶ぶりしてね、キウイベリーのペーパークラフトを作ってよって言って振りましたね。作ってくれましたね、本当にね。もともとなんかビットって設定が人工のホースっていう設定になってて、オレンジ色の球体なんですけど、こう金属で押さえつけてるっていう体裁ですね。はい。すいません、押してるそうなんで、じゃあ次進みます。ということで、これででも終わり。もう一個あるんだ。はい。これさっきから担当が早く言いたそうだったのは、これ音楽配信のお知らせ。ね、R タイプファイナル3エボルブドのサウンドトラックと飯田舞さんが歌う花が散る前にがドヤ顔で言ってるのがおとついから配信開始ということで、各音楽配信サイト、これは具体的にはiTunes とか Amazon Music、Spotify もあると、レコチョクとかやるんですか。はい。で配信中です。ぜひ聞いてみてください。はい。CD が欲しいっていう話もありますよ。CD 欲しいって言っておられます。はい。ということで、告知がこれで4つ大丈夫ですね。はい。そしてまだあるんですか。これ念を押してくれと。いよいよこの後発売、3月23日発売という R タイプエボルブでよろしくお願いしますという、すごいですね。告知4つって言ってるのになんか5つ目に割り込んできてますけど、よろしくお願いします。あと1時間、僕むちゃ押してるやん。あと1時間半ですよ。はい。よろしくお願いします。ユニバース YF さん、サントラもすごく嬉しい。はい。こちらこそよろしくお願いします。はい。では、ご視聴いただきありがとうございます。すみませんね、押してて、始まりが遅かったのもあるし、中身もちょっと押してまして申し訳ないです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。ちょっとなんか段取り悪いのとお詫びばっかりで申し訳ないですけど、
ちょっと発売にこぎつけれそうなんでちょっと良かったなっていう面と、ちょっと出てみないとわからないところもあるのと、あと引き続き修正のパッチとか追加機能のパッチ出していきますのでよろしくお願いします。で次回が4月28日金曜日、これはR タイプファイナル3、R タイプファイナル噛んでるな、R タイプファイナル2の発売2周年記念なんですね。2周年記念のイベントとかがあると。これ29日にが2周年です。2周年記念の前夜祭です。で、ここまでにはエボルブドのオンライン機能がついてるんでメタバースに入れるはずなんです。こんなに遅くなる前にも多分もっと早く入れるようになってると思うんで、それもちょっと見ていただこうと思っております。あとファイナル2、3の方も多分アップデートの話もできると思いますし、ちょっとコスモスの話もちょっとバタバタしてる中でできてなかったんですけど、出せればなと思ってますのでよろしくお願いします。すみませんね、僕もちょっと始まってから全然落ち着かないまま、そうですね、海外の方のコメントも後できちっと、読みますんでよろしくお願いします。ではちょっとなんかバタバタしたままで終わって申し訳ないですけど、最後はシンガーソングライター飯田舞さんが歌う R タイプファイナル3エボルブドのエンディング曲あの花が散る前にを聴きながらお別れです。あと1時間半後に発売です。あとプラムさんのリツイートキャンペーンもよろしくお願いします。あと25日のイベントもよろしくお願いします。では皆さん体調など崩さないように気をつけてください。お疲れ様です。おやすみなさい。雨上がり通る風に並ぶ二人途切れた記憶おぼろげに浮かんでくる懐かしきあの景色君はまだ覚えてるかな誰かと笑って過ごしてるかな穏やかに流れる時を共に歩きたかった長い夜明け待ち続けて戦い傷つけ